Go! 今年もこの季節になりました。薪ストーブを設置しようと思います。うちでは薪ストーブは夏の間は倉庫に片付けてあります。一部煙突も外して、このように片付けてあります。普通薪ストーブというと、だいたい100キロ以上の重さがありますので、片付けておくなんてことはできないと思うんですが、私の使っている薪ストーブは、軽い薪ストーブなので、夏場は、倉庫にしまってあります。この四角いフレームは、薪ストーブの台なんですが、鉄のアングルで自分で作ったものです。通常はですね、床に熱が伝わりにくいように、レンガなどで、台を作ってその上に薪ストーブを設置するんですけども、このぐらい高く上に上げてしまえば、熱は床に伝わりませんので、レンガなどを敷く必要がなくなります。これは湯沸かし器です。このバケツのような容器の中を煙突が貫通して、煙突からの熱で、お湯が沸くという仕組みです。この薪ストーブは新保製作所というところの薪ストーブなんですが、詳細は概要欄に載せておきます。煙突はこのようになっていまして、この蓋がしてあるこの部分、ここと、薪ストーブの出口のところですね、ここを片付けておいた煙突でつなぎます。これは煙突の位置を確認しているところです。簡単な作業なんですけども、1年に1回しか行わないので、組み立てる手順を忘れてるんですよね。煙突の上下を間違えたり、あと差し込む順番を間違えてなかなか入らないなんてことがよくあります。今回も、1本ずつつけようと思って間違ってるんですよね。これまっすぐの部分と、下の L 字型になっている部分、これをいっぺんにつけないと、当たり前ですけど落ちてきちゃうんですよね、上から。この部分をいっぺんにつけるっていうのを忘れていまして、なんかおかしいなと思いながらやってまして、ようやく思い出しました。また来年も忘れてるんでしょうね、きっと。入りましたので、こうやって煙突を差し込んだ後に、サポートをネジで固定すると。本体の設置が終わりましたので、細かい部品を取り付けていきます。煙突に間違って触ってしまわないようにするカバーです。トングなどの道具を引っ掛けておくフックをつけています。
軽い薪ストーブなのでずれないようにビスで床に固定しています。この台の部分には、薪をストックしておけます。細かい焚き付けも準備しておきます。湯沸かし器の部分に水を入れておきます。沸いたお湯は、皿洗いとか、掃除なんかに使ったりします。お湯がずっと沸いているので加湿器の代わりになります。この薪ストーブは料理もできるのでフライパンなどもぶら下げておきます。これで一通り薪ストーブの設置が完了しました。この薪ストーブは皆さんがイメージするような薪ストーブとだいぶ形も使い勝手も違うんですが、次回の動画ではこの薪ストーブの特徴をご紹介したいと思います。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。